はい、でっぷりさん。どうも、一生ダイエット中、秘密のデブ、モーターズ内原です。新型ジムニーを購入してカスタムをあれこれ悩んでいる皆様、大変お待たせいたしました。5万円以下でできるジムニーカスタム、それをですね、今回はジムニーの老舗ショップアピオさんと一緒にお届けしたいと思います。大丈夫です。超初級編ということで5000円以下というハードルから1万5000円以下、そして3万円以下、5万円以下という4カテゴリーに分けてパーツのご紹介をさせていただきたいと思います。お父さんのお小遣いでもジムニーのカスタムは楽しめます。最後までお見逃しなく。それではご登場いただきましたミスター湘南男アピオの井上さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、早速いじらせてもらってすみません、はい、いじりついでにもう一ついじらせてもらうと、はい、あれ左手はどうされちゃったんですか？そうですね、しっかり折れてます、はい、アイススケートで転びましたね。ご趣味もアクティビティなんですね。湘南全く関係なかったですね。なるほどそこは湘南男ではなかったと。今回ですね、取材させていただくのはアピオさんのパーツについてということになるんですけども、はい、どちらかというとユーザーさんのイメージですと、アピオというとジムニーのコンプリートカスタムのイメージの方が強いのかなという気もして、ノーマル車に比べればちょっとお値段も張るので、ちょっと敷居が高いなっていうところもあったと思うんですが、パーツ単体でも十分楽しめる余地があるというような感じなんでしょうか？もちろんそうですね。今日はですね、テーマとして5万円以下のパーツをご紹介いただきたいなと思ってまして、いわゆるお父さんのお小遣いでもできる範疇のカスタム、これをご紹介させてもらいたいんですが、何やら5000円以下からでも買うことができるというふうに聞いてるんですけども。そうですね。なので今日は5000円、そして1万5000円、3万円、5万円という4つの区切りでですね、パーツを井上さんからご紹介いただきたいと思いますので、改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは井上さん、初級編ということで5000円以下のカスタムパーツをご紹介いただくということなんですけども、はい、5000円以下なんてあるんですね。そうですね、5000円以下結構あるんですけど、その中でも今紹介するのは、5000円ぴったり初級編プラス車両のイメージも結構カスタムとして変わるかなと、特にドライビングの席から見えるものなんでしっかり変わるパーツかなと思いますね。なるほど、ではその最初の商品とは何でしょうか？はい、こちらにあります、エアコンルーバーにつけるドリンクホルダーになりますね。これドリンクホルダーだったんですか？はい、折りたたんでるんですか？これそうですね、畳んだ状態ですと非常に純正のボディにマッチしてて存在感を消してくれるんですけれども、はい、こういう形でトランスフォームオープンするとドリンクがこう入って、でこの押さえつけることができる。なるほど、最後の押しの一手までこだわりが半端ないですね。で使わない時のイメージがかなり、ちゃんと収まるというところでは、そうですよね、使ってない時の車内のイメージを壊さないっていう意味ではこの商品はかなりメリットが大きいんじゃないかなと思いますね。いや、これはもう初級編にぴったりですね。もちろん取り付けも多分ご自身でやっていただける工具もついてますので、もう買って自分でつけていただくのは問題ないと思いますね。ありがとうございます。まだありますか？5000円以下。5000円まだまだたくさんありますよ。わかりました、では次行ってみましょう。それでは井上さん、2つ目のアイテムとして今度は何でしょうか？ハーフラゲッジマットというリアの荷室に使うラゲッジマットになりますね。これも5000円以下で買えちゃうんですか？そうですね、1枚あたり5000円以下って形ですね。これ右用左用で、そうですね、左右共通なんですけれども1枚単位での販売になってます。これを引くことによってどんな効果が生まれるんでしょうか？この荷室のプラスチックの部品っていうのは結構滑りやすいんで、なるほど、これに荷物を置いた時にここの傷を防止すること、あと荷物の滑り止めにもなるっていう商品ですね。どうしても荷物ポロンと置いときますと右へ左へと移動してしまいますよね。はい、結構横に動くんで、それを抑えるためのパーツ、もう買ったばかりのジムニーですからね、皆さん傷はつけたくないですもんね。そうですね。そしてアピオのロゴがうっすらとあるところがまたおしゃれですね。そうですね、黒に黒で印刷してますので、あまり主張のしすぎないロゴで気持ち飾ってる感じですかね。この辺の演出もまたアピオさんらしく憎いですね。ありがとうございます。それでは井上さん、3個目のアイテム、これはあれどこについてるんですか？ここですね、荷室フックという商品になりますね。これか、なるほど、これは気づかなかった。すいません、荷室フック、これどういう使い方をされるんですか？左右セットで助手席が両方あるんですけれども、どうしてもリアゲートを開けた時に荷物がバラバラバラっと落ちてきちゃうことがあるので、ありますね。そうならないためにこのリングと上を
クロスしてはいロープかなんかでつないであげることで煮崩れを防止してあげるっていうフックになります。あなるほどと特徴としては鉄のリングなんですけれども、はいこのリングの部分だけにディップ加工っていうゴムを貼ってる状態っていうんですかね、おうゴム塗装みたいなものがされていて、このリング自体がこうカチャカチャ音が鳴ったりですとか、滑り止めにもなっているので使うロープ自体もゴムが守ってくれるっていう効果がありますね。でこの黒とはい、ディップの色がレッドの2色がありますね。これは便利ですね。さすがジムニーを分かってらっしゃるからこそできるゲートだと思います。お見事です。ありがとうございます。ここまで5000円編をですねご紹介いただきまして、十分5000円でもパーツがあるじゃんというのが分かったんですけども、もうちょっと背伸びをして1万5000円以下というくくりでパーツをご紹介いただきたいと思います、はい、ではまず1点目は何でしょうか。まずこちらのヒューエルリッドカバーになりますね。正直1万5000円といいますか、もう6000円なので、はい、5000円ちょい足しぐらいの商品になりますね。で両面テープで貼るだけなので、取り付け自体も本当お客様でできる簡単な取り付けになってます。蓋ごと交換というわけではないんですか。純正の蓋の上から貼り付けるだけですね。それだけですごくアーミーな感じがしてかっこいいですね。そうですね、雰囲気変わります。で ABS の樹脂を使っているので FRP とかじゃないので塗装も必要ないですね。もうこのままこのブラックでお使いいただけます。でここね、今オプションでステッカー貼ってるんですけれども、このステッカーもデザインと色があってワンシート1200円で販売しているステッカーを買ってこういう風に遊ぶこともできますね。これはもう5000円のところに入れたいぐらいお手軽でそうですね、効果は絶大ですね、はい、さすがでございます。それでは1万5000円編2個目のアイテムのご紹介をお願いします。はい、こちらスペアタイヤカバーになりますね。出ました、スペアタイヤのカバー。これぞジムニーならではですね。そうですね、確かにこちらも1万5000円以下というかもう1万円以下のアイテムですね。かなりリーズナブルになってます。このカバーをつけることで、スペアタイヤの保護にもなりますし、見た目もかなり締まって見えるかなと思いますね。いや、アピオさんの特徴はやっぱりロゴを出しているにもかかわらず、あえて黒地に黒というそうですね、はい、これもそうです。黒地に黒で角度によって見えたり見えなかったり、ただちょっと大きめに今回は入っているので、はい、さりげなく主張ができるかなと思いますね。でサイズも2サイズ出てまして、 JB64 用の175サイズの純正サイズ、はい、1サイズ上げた1858516のサイズなんですけれども、このシエラの純正サイズ1958015にも使えるサイズになっているので、 JB64、ジムニーシエラ JB74 どちらでも使えるサイズが揃ってます。取り付けなんかも当然かぶせるだけ。そうです、かぶせるだけですね。裏がゴムでリング状になってますので、はい、ゴムをこう引っ掛けてあげて貼っていくだけになります。もうじゃあ買ったその日にもう取り付けも完了と。はい、ご自身でやっていただけますね、十分。いやー、手軽で見栄えもよく、そしてちゃんと機能面も備わってる、もう3拍子揃ったパーツですね。ありがとうございます。1万5000円以下商品3つ目になりますが、あれ今目の前に見えるところ何もないですよね。そうですね、このリアゲートモールシステムってのはこのシートになりますね。リアゲートモールシステム、それは一体何をするものなんでしょうか。こちらはですね、パルスというモールシステムにいろんなオプションをつけて楽しむアイテムになります。今は何もついてない状態。今は何もついてない状態が、はい、おお、剥がれた。今ついてるものに交換しちゃいますけれども、はい、これが完成の図か。こういう形でこのモールを使ってこういうバック類を通すことができる、固定することができるアイテムになってますね。こういう形で1回つけても取り外しがすぐできるんで、はい、結構このポーチにベルトを通すのって大変なんですよ。ただスーッと通すんじゃなくて、バック側を通す、モールシステムを通す、バック側を通す、モールを通す、バック側を通す、モールを通すって、こういうこと編み込んでいくことによってここは浮かないので遊ばなくなるんですよ。それをこの場所でやるのって結構大変なんですよ。なので外せるようにしてるんですよね。外して落ち着いて自宅でやって、そうです、はい、でそれを持ってくると、持ってきてつけていただく。このレイアウトも、はい、このユーザーさんの個性で様変わりするということですね。はい、自分の好きなものを組み合わせて、自分に合ったものをレイアウトしていくっていう、そういう楽しみがありますね。これはあれですよね、うちの商品じゃないですけど、こういうふうに。おお、しゃれてる。そして便利。これをグローボックスに入れておくとガチャ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 しちゃうようなものとかもこうやってまとめておけるっていう。こちらも1万5000円以下で、もう1万円以下です。1万円以下、これも、はい、なんとなんとこういったポーチ類は別売になりますので、ミリタリーショップ、アウトドアショップ、はい、釣り具店、そういったところで揃えていただくのが必要かなと思いますね。1万5000円以下のシリーズ、なかなか1万円をまだ超えてこないんですけども4つ目になれば1万円超えますでしょうか。はい、こちらは1万円を超える1万5000円未満の商品になりますね。なるほど。ではご紹介お願いします。はい、こちらについてますアルミのペダルセット、そして奥についてますフットレスト、こちらの2商品になりますね。
それぞれ別で販売をされてらっしゃる、このペダルは3枚セット、マニュアル車で3枚セットですね、オートマ車だと2枚セットで、フットレストはこちら単品で1つ。まずはペダルの方からなんですけど、これ効果絶大ですよね。そうですね、やはり純正のペダルかなり小型プラスゴムカバーがついているので、やはりこのアルミの金属に変わることによってフィーリングがかなりダイレクトな形になります。プラス金属でちょっと滑りやすいかなとは思うんですけれども、バーリング加工ということでこの一つ一つの丸に突起が出てますね。これによって靴底が当たった時の滑り止め効果を持っていて引っかかるんですね。ブレーキクラッチを踏み込んだ時の靴のズレを防いでくれるっていう機能も持っています。これ飾りじゃないぞと。機能部品ですね。でアクセルペダルに関してはもともとカバーはついてないんで、その上からかぶせるんですけれども、やはり上からかぶせる分面積がかなり大きくなります、純正のペダルより。なので踏める面積も広くなって踏み込みやすい、プラス足の疲れも軽減できる。アクセルペダルに関してはバーリングがされていません。アクセルペダルっていうのはどっちかというと足の裏でこう滑らせながら踏み込んでいく作業が多くなると思うので、そこで今度足が引っかかってしまうと踏み込みづらくなるんですけれども、それを防ぐためにアクセルペダルだけはバーリング加工っていうのはされてないです。そしてそれに合わせますフットレスト、これだいぶいかつい作りしてますね。今までのフットレスト、旧型の車なんかですともう完全にここに穴を開けて止めるというタイプが多かったんですけれども、今回新型に関しては上側の中からブラケットステーを持ってくることによってボルト止めができるので、フロアに穴開けをせずに取り付けができるようになってます。車両に止まってんのはもともと何のネジ穴になるんですか？手前の方は電子制御の部品が止まってるネジがあるんですよ。こっち今見えてる奥側のネジ、あれは別に何も止まってない、もともと中あそこに穴があるだけですよ。じゃあそれを見つけてここ行けるべって、そういう感じですね。うわ、そうなんですか。ちょっと奥まった作業になるんで少し大変なんですけれども、一般の方でも十分作業はしていただけるレベルだと思いますね。これフットレストがあることで結構運転も楽になりますよね。だいぶ変わりますね。特に長距離運転される方とかは本来欲しいマニュアル車でフットレストがないという車なので、これ一つ足していただくことによって長距離ドライビング、スポーツドライビングに関してもメリットは非常に大きいと思いますね。それでは続いてのアイテムのご紹介をお願いします。はい、こちらのシフトノブになりますね。出ました。これは重要ポイントですね。54シフトノブっていう商品の名前になってるんですけども、この54っていうのが54パイ、この K を表してます。今までのうちの商品の中に比べるとかなり台形の形になってますね。昔は本当ここについててこのぐらいの K が一般的にうちの商品だったんですけれども、この54パイにした理由はもう本当フィーリング、手で握った時のこの包み込むサイズ感としてちょうどいいところだったっていうのでここに落ち着きましたね。この車両には今白色がついておりますが、なんかカラーバリエーションとかはあるんでしょうか？そうですね、これが樹脂のジュラコンのホワイトになります。あと設定が今あるのはアルミ製ですね。アルミの削り出しのものがあります。金額もアルミの方がちょっとお高くて、ジュラコンの方が少しお安め。でもどちらにしても1万5,000円以内の商品になりますね。先ほどちょっと物を触らせていただいたんですが、なかなか重みがあって重厚感があるようなアイテムですよね。そうなんです。ジュラコンもアルミも実際軽量の部材になっちゃうので、本来これだけであるとかなり軽量のノブになってしまいます。そうすると操作性としては若干もうちょっと重量が欲しいっていう方が多いと思うので、あえてこの樹脂の中のインナーとして金属のインナーを入れてます。このちょっとキラッと見えてますけど、これで重量を稼いで操作性、フィーリングをかなり良くしてますね。お取り付けは特に特別な工具は必要ないんですけれども、純正のシフトノブを外す作業っていうのは少し大変なので、それができる方であればご自身でできるかなと思いますね。こちらも手軽で効果絶大なパーツということですね。はい、そうですね。効果はかなり大きいと思います。はい、ありがとうございます。はい、井上さん、ここまで1万5,000円シリーズをありがとうございます。ありがとうございます。今度はもうちょっと背伸びして3万円のジャンルのところに行きたいと思うんですけども、まず1点目のご紹介は何でしょうか？はい、こちらについてますナンバー移動のキットになりますね。これぞジムニーですね。確かにそうですね。なんで移設するか、バンパーを交換するに合わせて移設するっていうのはもちろんそうなんですけれども、ここにあることによってオフロード等でぶつけてしまう可能性が非常に高い場所になりますね。これをリアゲートの方に移設することによってオフロードの時のナンバーの破損、曲がり、これを防ぐことができるアイテムになります。私内原の勝手な基準なんですけども、ナンバーが下にあるのか上にあるのかでジムニーに対する本気度っていうのを測るっていう
勝手なバロメーターがありますと。本社のこれ背面タイヤをちゃんと残しておきながら装着ができるんですね。そうですね。ここのナンバーの台座だけではなくて、こちらのスペアタイヤのブラケットからもステを持ってきていることによって、スペアタイヤを純正の位置で残しつつ、そこで友締めして強度を足して両面テープで固定をしているって形になりますね。ちなみにこれボディに穴とかは開けているんでしょうか？開けていません。なんと、リアゲットに対してはテープで止まってるんですけれども、最悪何か引っ掛けて脱落しないようにスペアタイヤの方から鉄のブラケットでボルト止めをしているって形になりますね。いやー、アピオさんの商品企画力半端ないですね。ありがとうございます。気になるお値段はおいくらになるんですか？昨年リニューアルしまして、今は2万円以下1万6000円台になってますので、今回3万円以下のご紹介ですけど、もう2万円を切っている商品になってますね。安いですね。で、ランプも LED 化されてますし、そういった部分でもお値段に見合ったメリットはあるのかなと思いますね。いや、作りもだいぶしっかりしてますし、私がですね、過去 JB23 でやってた直接穴開け加工と比べると非常に丁寧な作りをしてるなとありがとうございます。ただただ驚くばかりです。そしてこの背面にもう一つカスタムパーツがあるぞということなんですが、何かあるんでしょうか？そうですね、今見ていただく通りスペアタイヤにアルミホイルがついてます。ついてますね。表向きにアルミホイルが付けられるの商品っていうのがこの中にあるスペアタイヤブラケットっていう商品になりますね。なんとこれ気づかなかったです。ジムニーって本来ならば背面タイヤは裏向きが表側に、鉄のホイールが裏向きについた状態になってますので、その状態のままアルミホイルを5本背負いたいっていう方にとってみると、純正のスペアタイヤブラケだと干渉してしまって取り付けができないんですね。なので表向きにつける必要があって、その表向きにつけるための商品としてこの中にあるスペアタイヤブラケットっていう商品が存在しますね。機能としては、この軽自動車なので全長が変わってしまうことで車検適合外となってしまうところを、この突出しているボックス部分っていうのを、スペアタイヤを下ろした状態ですと工具を使わず手でダイヤルナットで外すことができるので、全長に取られないっていう設定で設計してますので、車検の意味でも優れてるんじゃないかなと思いますね。いや、ここ結構大事なんですよね。車検の対応とかっていうところ、何も考えずですね、その辺のエビデンスのないアフターパーツに飛びつくよりかは、アピオさんで着実に問題ないパーツ、これいいチョイスだと内原思います。ありがとうございます。野出さん、3万円のアイテム群となると、なかなかオフロードというところを見据えた商品が多くなってきたなという感じもするんですが、確かにそうですね。次もそういった部類になるんでしょうか？もう次はバッチリそのオフロード向けの商品になってきますね。こちらの牽引フックになりますね。なるほど、ついに来ました。いや、もう内原の中の一つセオリーがあってですね、ジムニーは牽引フックに始まり牽引フックに終わるとなるほど。そう思えるぐらい牽引フックに助けられましたし、牽引フックで楽しませていただいたというところがあるんですが、ちょっと待ってください。3万円ってなると一般的な牽引フックよりだいぶお高めな感じもしますけども、確かに牽引フックの中では高い部類に入ってくると思います。ただ3万円以下という中で3万円あれば、例えばフロント左右が揃えられたりとか、フロント1個とリアが1個揃えられる金額としては3万円で収まってくるかなと思いますね。でもう一つ、牽引フックお安いタイプだとうち6ミリっていう厚みのものがあるんですけれども、今この取っていただいているこちらは9ミリ厚になってます。なのでかなり堅牢、引っ張るのには非常に強い厚みになってますね。しかしあれですね、牽引フック自体のサイズ感、特にフロントに関してはだいぶでかいですね。持ってこれる場所っていうのが限られてるのと、カスタムバンパーでも結構な厚みがあるので、その下から引っ張ってくる、で中に隠しちゃってもいいんですけれども、やはり実際泥に埋まった時、雪に埋もった時にどこで牽引フックできるかって探す時に突出して見えてないと探しづらいんですね。なるほどですね。なのでここまで出てきてちょっと大型化しているっていうのはありますね。ちなみにこちらの牽引フックはカスタムバンパー用。はい、そうですね。純正バンパーにはちょっと向かないということになるんでしょうか？はい、純正バンパーですとやはりもう少しバンパー自体が下まで覆ってくるので、この状態ですと干渉してつけられないんですけれども、同じ9ミリ厚のタイプで赤色になるんですが、純正バンパー用の設定がございます。なるほどですね。でそこの純正バンパー用に関しては6ミリの設定もあります。オフロードにいざ走りに行くぞってなった時は、これがあるないのこの安心感というのはだいぶ変わってきますもんね。2台3台で行ったとしても引っ張れる場所がないと純正タイダウンっていうのは結構簡単に曲がってしまうので、それを曲げてしまってからじゃどうしても直すのは
大変なので、転ばぬ先の杖じゃないんですけれども、前もってつけておくと後々安心かなと思いますね。そんな中でも安心してつける堅牢な牽引フックとしてアピオの牽引フックおすすめですね。よろしくお願いします。はい、それでは井上さん、はい、3万円以下のパーツはオフロードに寄ったパーツというふうに聞いておるんですが、あれお手持ちのものはフロアマットですか？そうですね、フロアマットになりますね。これもオフロードと言えるんでしょうか？オフロードと言って過言じゃないと思います。なるほど。まず素材がですね、非常に撥水力のある汚れに強い素材になっていること、吸水しないので汚れを吸っちゃわないことですね。それとこの深さですね、厚みがあるところ、トレイマットという名前なんですけれども、トレイ状になっていることによって、先ほど言ったオフロードで足元がぬかるんだところで泥だらけの靴で乗った時にもこの外に泥を逃がさないので、フロアカーペットに汚れを落とさないっていう機能を持ってますね。これは便利ですね。すぐに取り外しができるので、本当汚れてしまった場合は1回外して水洗いして乾燥させてまた車両に戻す、それが簡単にできるっていうのも非常にメリットだと思いますね。いや、私自身の経験でいうとですね、汚しすぎてですね JB23 のフロアを2回洗ったことがありますすごいです、逆にすごいです。そんな時これがあればよかったなってちょっと今なら思いますね。ただちょっと見た目軽そうな雰囲気なんですけど、これ設置した時足元でずれちゃいませんか？その心配はですね、今ここに2箇所穴あります。これは運転席側だけにあるんですけれども、純正のフロアマットを留めてるクリップはそのまま使えるんで、まずここで1箇所固定ができます。なるほど。で裏ですね、ちょっとマジックテープのオスみたいに起毛状になってるんですね。トゲトゲになってます。この起毛状が純正のカーペットに噛みついてズレを防止するっていう機能がありますので、オフロードコース行って激しい運転をされてもズレてペダルに引っかかっちゃったりとか、ちょっと足元がぐらつくっていうことが軽減されるような形になってますね。気になるお値段なんですが、それ運転席だけで3万円っていうオチはないですよね。アピオ高いと言われますけど、そこまではさすがに高くなくて、これは運転席、助手席側、あとリアの左右と真ん中のフロアトンネルの上、この5枚がセットになった状態で3万円以下の商品になってますね。こう考えればフロアマットとしては決して高くはなく、機能面も十分優れてますね。いや、これはさすがジムニーを知り尽くしたアピオさんだからこそできることだと思います。ありがとうございます。続いては井上さん、3万円以下のオフロードにも効くぞというパーツなんですけども、金属が並んでますが、これは何なんでしょうか？ジムニーの下回りですね、オフロードで干渉しやすいものをガードするためのパーツ類になってます。その中で今日紹介したいのがこのヒューエルタンクガード、税込み29,700円、ギリギリ3万円未満なんですけれども、新型6474はタンクが樹脂製のタンクに変わって、昔の金属製タンクに比べると逆に割れにくいのかもしれないんですけれども、万が一割ったりへこましたりすると大変なので、この5ミリ厚のアルミニウムでカバーしてあげようという商品になってます。ジムニーでどこでも行けるだろうということで調子に乗ってしまうということがですね、最初よくあるのかなと。そんな時にまさかを防ぐためにもこれは有用な商品ですね。井上さん的にビギナーに勧めるとすれば、一番当てちゃうかなっていうのはアームスキットガードですかね。純正のこのアームの付け根っていうのは非常に当てるとすぐ曲がってしまって、最悪奥まで行っちゃうとそのアームの動きを制限してしまうとこなんで、うちのラリー車なんかもそうなんですけど、ここ曲げるとあともうハンマーで叩いて直すしかないので、もちろんガードなんでぶつければこのガード自体は傷つきます。でも実際純正のフレームについているピボット部分っていうのは曲がらないので、当てやすい場所としてはこのアームスキットガードっていうのはおすすめかなと思いますね。簡単に交換が効かないパーツを守るというところでいうとかなり有用なパーツ。おっしゃる通りです。ちょっとこれからオフロードデビューしたいという方には、一旦おすすめなところですかね。そうですね。3万円以内で買えるパーツ最後のご紹介ということなんですけども、こちらは何ですか？荷室フラットデッキという商品になりますね。どう使うものなんでしょうか？荷室フラットデッキ、荷室をフラットにするための板なんですけれども、純正こちら見ていただきますと、純正の方でこういう荷室のラゲッジボックスっていうのはもともとついてますよね。これ結構話題にもなりましたよね。でこの樹脂のボックス非常に作りもしっかりしてて非常にいいものなんですが、若干肉厚なためにですね、中の容量っていうのはかなり限られてるんですね。例えばですけれども、うちなんかで扱っているこの牽引ロープ、これを中に本当は入れたいんですけど、かなりちょっと収まりが悪いんですね。そうするともうちょっと細いロープを使わなきゃいけなくなっちゃいますもんね。そうなんですね。ちょっとロープの長さを変えるとか、ケースから出してもう長くして入れるとか、ちょっと容量不足を感じてしまっている方もいらっしゃいまして、これを解消するための交換品となります。でこれが簡単にいけるんですか？取れちゃうんですね。簡単にプリップリと、ここですね、クリップ4箇所止まってるので上に引っ張って取っていただいて、先ほどご紹介したこちらの荷室フラットデッキ、これも同じクリップを使ってます。4箇所止まってるんで、これを上からバチコンとはめるんですけれども、じゃあさっきのこのちょっと大きい牽引ロープ、
はい、これを置いた状態で、はい、グリップの位置を合わせて止めると中に収まる。おお、完璧に収まってますね。はい、で、もちろんちょっとこれはかなり厚みがありますので、ここからの出し入れはできないので、先ほどのようにパチッと取ってもらって出す必要はあるんですけれども、この中に収まるものであれば、ここにちょっとスペースがあることによって必要なものは出し入れができますね。しかも見た目だいぶワイルドになりましたね。このままのビジュアルもかなりかっこいいと思います。先ほどご紹介した荷室のラゲッジマットとの併用もできます。おお、本当だ。純正でもともとボックスはあるんですけれども、容量不足を感じている方には交換するメリットはだいぶあるのかなと思いますね。ちなみに確か私の記憶が確かであればですけども、JB64 型のベースグレードになるとそもそもボックスが設定としてなかったのかなと思うんですけど、XG グレードに関してはもともとボックスがない、ここが空いた状態になってますので、こちらの荷室フラットデッキをお買い求めいただければ、そのままポンと乗せてこの同じようなフラットな状態が作れるようになりますね。ボックスがそもそもない人にはもう断然おすすめですね。純正のボックスを買っていただくよりはだいぶ安価に買えると思います。あえてそれでベースグレードで安くスタートしてちょこちょこ足していくっていうのもありかもしれませんね。もちろんそうだと思いますね。これはなかなかツボをついたアイテムですね。ありがとうございます。それでは最後に5万円以下のアイテムのご紹介といきたいと思います。はい、よろこのしくお願いし辺ます。でお父さんのお小遣いも多分限界値になってきたんじゃないかなと思うところですね。さてそこでご紹介いただく1点目なんですけども、はい、何でしょうか。こちらですね、リアラダーナロータイプという商品になります。出ました。あると最強にかっこいいパーツですね。そうですね、今までうちがやってたラダーっていうのはこの丸パイプを使った組み立てた状態のものが多かったんですけれども、はい、今回この6474にモデルチェンジしたことによって、はい、ちょっと今までなかったデザインをいろいろ試行錯誤した結果が、はい、こういう架空パイプを使って3分割のタイプでちょっとゴツゴツしたイメージのラダーっていうのをデザインしてさせてもらいましたね。そのデザインのために3分割になってるんですか。デザインの部分もありますし、発送の時にコンパクトにできるっていうのも一つメリットとして、これは売り手側のメリットなんですけれども、そういったメリットもあります。先ほどのデザインなんですけれども、やはりこのちょっと太さの違うものが重なることによってボルトの数とかも増えてちょっとジムニーのゴツゴツしたイメージの演出には非常に役立つのかなと思いますね。こちら金額としてはおいくらになるんでしょうか。消費税入ったものの5万円を切ってくる金額になってきますね。なるほどですね、このパーツはかなり効果大きいですね。そうですね、特にこのルーフラックなどをつけているお客様に関してはやはりかなり効果がありますし、この背面タイヤと合わせてリアにこういうものがついているっていうのはジムニーらしさの演出になるのかなと思いますね。なるほどなるほど。そうなるとちゃんと登っても大丈夫と。もちろんそうです。僕今腕骨折してるんであんまり無理はしたくないですけども、はい、おお、こういう形で登れちゃう。はい、登れますね。ここからこっちにアクセスできます。なるほどなるほど、はい、僕大体75、6キロありますんで、はい、そのぐらいの体重であれば全然スチール製なんで非常に強度は高いです。ただあんまり無理するとゲートそのものはそんな強くないので、下方向に力をかける分には非常に強いんですけども、この面で力をかけられると弱いので、向こう側に押すような使い方はしないでいただいた方がいいかなと思いますね。ちなみにこれ取り付けに関しては、はい、やはりこのリアハッチに穴を開けなきゃいけないんでしょうか。取り付けに関しましてはですね、この上の部分を引っ掛けてます。で、下の部分も引っ掛けてます。で、3分割のこのボルトの締める調整、あとここの最後の下の部分の調整でテンションをかけているので、基本的には挟み込んでるだけです。なので、例えばここを緩めてここを緩めてあげると横に動いちゃうぐらいの作りになってますので、取り付け自体で何か溶接するとか穴開けをするってことはないですね。うわー、すごいな、考え込んでますね。そうですね、いろいろ試行錯誤しましたね、これに関しては。さすが5万円クラスになってくるともうパーツのレベル感がだいぶ変わってきますね。存在感は多分かなり大きいと思います。ありがとうございます。続いて5万円以内のパーツ2本目でございますが、何でしょうか。5万円ジャスト静か御前マフラーになりますね。なんとマフラーが5万円で買えちゃうんですか。消費税入れると5万5千円なんですけれども、はい、税別5万円ジャストの金額になってますね。名前が静か御前ってことはそんなにうるさくないんですか。静か御前というネーミングをつけたマフラーっていうのが、先代のジムニー、先々代のジムニーの時の時代のネーミングなんですけれども、はい、当時90デシベルを超えるマフラーっていうのが、うちの中でも普通にラインナップされている中で90デシベルを切る近接騒音値のマフラーを作って静か御前マフラーっていうのネーミングをつけたのが最初なんですけれども、同じようにこの644のマフラーも静か御前、騒音値でいうと90デシベルを切ってるマフラーになりまして、静か御前だから音が全くしないのかとか楽しくないんじゃないかっていうわけではないんですよね。あくまでアフターマフラーの中ではかなり静かなタイプに仕上がってるっていう意味での静か御前っていうネーミングになってますね。で、純正では味わえないフィーリングサウンドにはなってます。
ますね。ちなみにこれはカスタムバンパー用の取り回しなんでしょうか？これ今ちょうどうちのタクティカルリアバンパーについている状態なんですけれども、はい、取り回しそのものは純正とほぼ同じです。なので純正バンパーにもそのままお付けいただけます。純正バンパーで付けていただくとこの出口だけがバンパーから見える形ですので、はい、このちょっとだけ見えてるこの太鼓の演出とかはない形で出口だけが見えてる形になります。どっちにつけてもいけるよっていう万能マフラーなんですね。そうですね。バランスとしてはどちらにつけていただいても見た目も遜色ないかなと思いますね。ありがとうございます。それでは早速音を聞かせてください。はい。では井上さん、はい、最後のパーツのご紹介になりますね。はい、5万円以内で買える最後のパーツ、一体何なんでしょうか？はい、5万円以内で買えるドレスアップパーツになりまして、こちらについてますフロントグリルになりますね。この JB6474 の表情をガラッと変える有用なパーツですね。はい、アピオさんというと複数種のグリルがあったんでしたっけ？はい、今日ご紹介するのが3種類ございます。3種類、はい、では1点ずつお願いします。まずこちらですね、はい、ABS 樹脂製の ABS タクティカルフロントグリルになります。ABS 樹脂で純正バンパーとかと同じような素材でできてまして、はい、グリル全般そうなんですけれども、取り付けに際しまして、何か加工というのは必要なく、 ABS タクティカルグリルは純正と同じクリップで止まっているような状態になっています。塗装を入れなくても十分使える素材なんですけれども、はい、ちょっと複雑な形状のために若干生地の色が伸びてしまうところがあるので、はい、この商品に関しましては税別39,000円、税込み42,900円なんですが、はい、その状態で ABS 樹脂にさらに艶消しの塗装が入ってます。そうなんですね。はい、なのでこのままポン付けしていただいて、FRB と違いますので塗装に出して塗装に塗ってつけるとかそういった必要はなくこのままつけられますね。純正ライクが好きなんだけども、はい、ちょっと雰囲気変えたいっていうような方、そういった方におすすめなパーツでしょうかね。そうですね。この一つの部品でかなりイメージが変わりますので、まず外装の手始めとしてはかなりいい部品だと思います。それではグリル2点目の方に行ってみましょうか。はい、こちらですね。はい、人気のヴィンテージアイアングリルという商品になります。なるほど、こちらはアピオさんらしいですね。そうですね。で、ちょっとこれ塗装でサビっぽくしてるんですけれども、サビ風の塗装を入れてます。この全体のイメージに合わせてるんですけれども、鉄製で今出てますこのシルバーと艶消しのブラックの2色がございます。はい。今日ご紹介するのはシルバーの方ですね。鉄製なんで、本当だ。この通り。鉄にするメリットとしてはこの、やっぱ樹脂だとなかなか出にくい雰囲気がありまして、この立体感もそうですし、このちょっと一つ一つの曲げの加工、プレスの加工なんかが、鉄ならではの雰囲気を出してます。いや、なんていうかクラシックなアメリカン SUV というような雰囲気でしょうかね。そうですね、まさにその通りだと思います。以前の JA11 の頃に弊社の方でブロンコ風グリルっていう部品があったんですけれども、そのデザインをそのままオマージュして作ってまして、このスリットのデザインですとかプレスのデザインがそういった部分をイメージして作ってますね。一応このエンブレムに関しては別売なんですけれども、アッピ用のセットで6800円、7480円とかなんで、セットで買っていただいても5万円ギリギリ収まるかなというところでしょうかね。これは懐にはありがたいセットですね。ありがとうございます。さあ2点目が終わったところで続いて3点目です。3点目こちらですね。おっと、これはなんか見覚えがあるデザインだな。そうですね。さっきはブロンコのオマージュっていうお話しましたけど、これに関しては SJ30 のオマージュ、縦スリットのグリルになってまして、素材は先ほどご紹介したヴィンテージアイアングリルと同じスチール製になってます。はい、ですのでやっぱりこの独特の雰囲気感はやはりスチールならではの雰囲気だと思いますね。でこちらに関してはこの後ろについているメッシュ、これがアルミメッシュなんですね。アルミを黒く塗装したメッシュがついてまして、ちょっとだけお値段が他のものに比べると上がって税別42,000円、税込み46,200円。いや、このワイルドなジムニーを目指していくってことであれば、これはめちゃくちゃありですね。純正も同じ縦スリットなんですけれども、スリットのデザイン一つ一つ、あとエンブレムがなくなるっていう部分もありますけれども、かなりフェイスのイメージを変えることができるかなと思いますね。これであれば、クラシックジムニーといいますか、従来のジムニーファンも納得するようなデザインですね。そう思ってくれたら本当に嬉しいですね。井上さん、ここまでご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう何点ご紹介させてもいただいたかわからんぐらいの点数でしたね。でもまだまだありますんでね。まだまだあると。いや、もうジムニーのカスタムが始まるとまさに沼にはまる感じですね。そうですね。もう本当弊社だけじゃなく、もうメーカーさんもたくさんありますんで、もうどこまでも深くはまれると思いますね。いや、今回はですね、お父さんのお小遣いでできるっていうところにフォーカスさせてもらったんですが、それだけでも非常に多くのパーツがあって、ほんのちょっと
お金を出すことでジムニーの楽しさが広がるなっていうのがよく分かったところでございました、最後お聞きしたいんですけども、井上さんにとってジムニーってどういった存在でしょうか？私だけにとってじゃないと思うんですけど、はいジムニーって車ではあるんですが趣味のツールみたいなものなんだと思うんですよね、はい僕も趣味で下手なりにキャンプとかもしますし、はいサバイバルゲームとかが好きなんですけれども、はいそこまでの道中の足にもなりますし、はい例えばその車中泊するための車中泊のツールであったりとか、うんキャンプ道具を運ぶためのそのキャンプ道具の一部としてのツールだったりとか、自分の趣味に合わせた何かその趣味のツールとしてはい、使えるものなんじゃないかなと思いますね。まさに相棒感の強いそうですね。車という枠をちょっとと超えた感じもありますよね、はい。私も同感で自分自身ジムニーを2台所有しているっていうのが愛着感が非常に強いというところが大きいと思います。ありがとうございます。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。改めてアピオのジムニー愛、そしてジムニー知識半端ない、それが分かった今回の取材でした。今回ご紹介させていただいたパーツに関してはアピオさんの店舗もちろん各種 EC サイト等で購入ができるということでしょうか？はい、そうですね。はい、気になる方はぜひお問い合わせであったりとか検索の方をなさってください。それではこの動画が面白いなっていう方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。またね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。